今回の動画では次回のイベントではないかとされているサイドストーリー復刻ライト版青くもゆる心で実装されるオペレーター。水気量だったら慣れてやす。 J の解説及び紹介を行っていきます。大将、どうも J と申します。星熊さんに勧められてロドスに行きやした。海産物は一通り分かりやす。あとは料理と包丁さばきもまあ悪くないと思うんで、その辺お手伝いできると思いやす。 J は龍門出身のウルサス人で、サイドストーリー幻想の掟でも登場したように魚団小屋の店主であり、ロドスに加入する前は正真正銘の一般人でした。しかし J 自身は一般人ではあるものの J の実質的な師匠である唐の魚団小屋や唐からのつながりとして龍門の裏の王である祖王が J の周囲には存在しているので、本人が全く知らないうちに龍門の裏とのコネクションが出来上がってしまっているという非常に危険な状況となっていました。このことから星熊は現状では特にことが起こってはいなかったものの、J の身に今後裏からの干渉がないとは言い切れないと判断。星熊は J にロンメンチェルノボーグ事変にて協力関係を築いたロドスへの加入を進めました。そのため表向きとしては J がオペレーターとしてロドスに加入したという形にはなっていますが、実際は J をロドスに保護してもらったという意味合いの方が強くはなっています。なお J 自身は先述したように龍門の裏とはほぼ関わり合いのない人物ではあるのですが、そのいかつい顔つきと包丁さばきから幼少期にスラム街で仕事をしていた時はマフィアと勘違いをされ、現在では本職は殺し屋であり、J のバックにはマフィアが何人もいるとすら思われてしまっているとのこと。そのとばっちりを受けて J と一緒に行動することが多いワイフーも遠国から来たカンフーの達人だと思われてしまっているようです。J 自身はこの誤解について苦悩しているようですが、スラム街は常に混乱していることから、何を言っても聞き入ってはくれず、どうしようもないという状況に陥ってしまっているとのこと。J のあらぬ悪評が広がりに広がったおかげで星熊が様子を見に来てロドス加入へとつながったため、一応は丸く収まってはいますが、なお本人自身は凶悪な顔つきとは打って変わって至って常識的な判断ができ、少し頑固ではあるものの本を読んだり料理を研究することが好きというオペレーターの中では普通と称されてもおかしくはない人物です。そのため彼の本性をよく知っている魚団小屋の常連客からの評判はすこぶるよく、その常連客の中にはワイフーが所属しているリー探偵事務所のリーも含まれており、リーは J の水産卸店や魚団小屋を非常に気に入っていることからワイフーにたびたびお使いをさせていました。その流れで J とワイフーは顔見知りの関係となり、ワイフーは時々 J の困りごとを解決していたため、今の友人と言えるような関係にまで発展したとのこと。J が望んでいるかはわかりませんが、本人が忌み嫌っている悪人面によって J の人間関係は広がっており、J の人の良さによって他者との信頼関係が築かれていると言えるでしょう。J 自身もありきっている部分はあるので、多難ではありますが悪くはないと思っているのかもしれません。J のモチーフとされている生物はウルサス人ということからもわかるように、北極熊がモチーフでしょう。北極熊は陸上生物としては最大の生物であり、北極においての食物連鎖の頂点に立つ動物です。そして大きな特徴として全身が白いということが挙げられますが、これは無色透明の体毛が光を反射して白く見えているだけであり、白熊の実際の肌の色は黒に近いグレー色となっています。J は過去に何度もマフィアからの襲撃を受けており、体には大量の傷跡が刻まれてしまっています。動物の多くは深く傷ついた皮膚からは体毛が生えてこない状態になるということが多々あり、白熊がそのような状態になると部分的にモノクロになってしまうということがあります。
J の皮膚の色がところどころで異なっているというのは傷跡によって、元の皮膚の色とは変わってしまったということを表しているのかもしれません。大将、俺分かりやしたぜ。敵を食材だと思って扱えば戦闘も簡単だってよ。J は高速再配置よりもやや再配置時間が遅い準高速再配置の特殊オペレーターではありますが、非常に特殊な性能を持っており、現状では同じジャンルのオペレーターは存在しません。その最たる例が特性で、J は配置コストは非常に低くはなっていますが、配置中は常に3秒に1回配置コストがマイナス3されていきます。つまり、配置コストは J が配置されている間は、先方などでブーストをかけない限りは永遠に増えることはありません。そして J はコストが3消費されるタイミングで、所持コストが3以上でなければ自動で撤退します。強制撤退でも手動撤退でも、撤退時にはコストが返却されないため、仮に先方などのコストをブーストしてくれるオペレーターがおらず、所持コストが3未満になるように J を配置した場合は、3秒後に J は自動撤退してしまい、なおかつコストも返ってこないため、J の配置コストプラス3コストを無駄にするだけとなってしまいます。そのため、低コストなオペレーターでありながら、初動に配置をするというのは無駄にしかならないオペレーターであり、配置順が最後になることが基本となっているオペレーターです。端的に言えばコストをバカ食いするオペレーターではあるのですが、その分ステータスはかなり高く、HP、攻撃力、防御力すべてが前衛並みであり、高速再配置の中では最も高いステータスとなっています。素質、解体の達人は J が感染生物を攻撃した場合に J の攻撃力が最大で 150% まで上昇します。感染生物とは、オリジムシや猟犬、鋼ガニといった基本的には人型でない地上敵のことを指しており、初動や複数まとめて出現することが多くなっています。J は口述するスキル効果により、常時攻撃力がかなり高くなっている状態で、解体の達人の効果でさらに攻撃力が上昇するため、ほとんどの感染生物は J にはかないません。感染生物の長ともいえるポンペイですら J は短期で倒すことが可能なため、まさしく感染生物特攻オペレーターと言えるでしょう。潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス3秒、攻撃力プラス23、素質効果強化、コストマイナス1となっており、高速再配置にとっては重要な配置コスト減少と再配置時間減少があります。そのため、J を運用する予定なのであれば、可能な限り貫突を目指すことをお勧めします。星4特殊の印を所持しているのであれば、J に使うことを考えてもいいでしょう。スキル1、立ちばさみは、スキル発動後、J の攻撃力を上昇させ、攻撃した対象の特殊能力を数秒間無効化する効果を永続発動させるスキル。口述するスキル2と比べると、こちらは攻撃に特化したものとなっています。注目すべき点はやはり、発動に必要な SP の量であり、永続スキルは一般的に SP が自動回復するスキルであれば70前後、攻撃回復するスキルであれば25から30程度必要になる一方で、J は最短であれば配置後わずか4秒で永続スキルが発動することになります。そのため扱いとしては永続パッシブスキルに近いものとなっており、非常に扱いやすいスキルとなっています。スキルの火力を他の高速再配置の攻撃系スキルと比較した表が上記のものとなっており、他の高速再配置オペレーターのスキルと火力は何ら遜色はないどころか、感染生物に対してであれば他のスキルの火力を凌駕するものとなっており、単純な火力だけで言えば前衛に匹敵するものとなっています。ですが、多くの場面で優秀な性能を持つスキルにはなっている一方で、通常時ではそれほどネックにはなりませんが、スキル発動まで最短でも4秒かかるという点は、爆弾虫などを処理する際には障害になってしまいます。爆弾虫も種類としては感染生物であり、J の素質の効果対象になってしまうため、スキルによる特殊能力無効化が発動する前に爆弾虫を爆発させてしまう場合が多く、
メインストーリー4の7のように初動から爆弾虫がいるようなステージは倒されることはありませんが、やや苦手とはしています。そのため、こういったステージでは常時特殊能力無効化が発動しているラップランドの方が強く、スキルによって2体同時攻撃が可能で、爆弾虫が他の敵に紛れ込んでいるような状態でも、ラップランドは難なく対処してくれることが多いため、J の特殊能力無効化はラップランドの特殊能力無効化と比べると効果時間も相まって、やや不安定な感じは否めません。そのため J 単体で敵の特殊能力を無効化していくというよりかは、ラップランドが仕留めきれなかった敵を J が仕留めるというのが一つの使い方ではあるのですが、そんな使い方をするのであれば高速再配置の方がコスト的にも優しいという、J の素質や特性によって特殊能力無効化は割を食ってしまっている感は否めません。ラップランドを所持していないのであれば特殊能力無効化を目的としてこのスキルを使用する価値はあるかと思いますが、ラップランドを所持しているのであれば個人的にはこのスキルを使用する場面はそうそうないかと思います。そのため特化をすることはあまりお勧めはしませんが、仮に特化をするのであれば特殊能力の無効化時間が1秒伸びる特化1にすることをお勧めします。スキル2、刺身盛り合わせは J の攻撃力を強化し、攻撃を行うごとに敵に与えたダメージ量の一定数分だけ他のオペレーターの HP を回復するという永続スキル。周囲のオペレーターが回復対象という形にはなっていますが、自身も回復の対象となっているため、形としてはヘラクや宴などの事業型前衛を発展させたようなものとなっています。回復量は敵に与えたダメージが大きければ大きいほど増加していくため、防御力の低い敵にはめっぽう強くなっており、敵の防御力次第では攻撃速度の速さも相まって、医療オペレーターの回復量を上回る量の回復を見せることがあります。スキル2の火力を他のスキルと比較した表は上記の通りとなっており、火力に関しては立ちばさみとそれほど大きな差はなく、こちらも前衛と同等クラスの火力となっています。そのため、刺身盛り合わせはスキルアイコンとしては回復スキルである青のアイコンにはなっていますが、実際のところは火力スキルに回復が付随していると言っても過言ではありません。他の高速再配置の火力スキルともかなり近い火力にはなっているので、火力面から見てもかなり優秀なスキルであることがわかります。続いて敵の防御力に応じて1回の攻撃でどれほどの回復が可能かをまとめた表を紹介。なお、この表での J のレベルは昇進2レベル70となっています。スキルによる回復量は敵に与えたダメージの最大で 50% となっているため、当然敵が感染生物であり防御力が低ければ低いほど回復量は高くなります。上記の表のようにスキルレベルが7であれば最大で攻撃1回ごとに HP を580回復するため、攻撃間隔が1秒となっている J の HPS は580となります。この数値は昇進2レベル20のスーロがスキルレベル7のディープヒールを使用した際とほぼ同等で、ほとんどの医療オペレーターの回復量を上回ることとなります。ただし、防御力が高い相手には当然ながらダメージがほとんど通らず回復量も下がってしまうため、敵のステータスに左右されやすく、宴やヘラグのような安定性を求めることはできません。とはいえ、場面によっては凄まじい回復力を叩き出すことに間違いはなく、医療のサポートとして運用するのであれば非常に頼もしいスキルにはなっています。一方で欠点と言える点は、こちらも高速再配置の枠組みに入るオペレーターなのにもかかわらず、スキルがパッシブではなく、発動まで最短でも8秒かかるという点です。そのため、クラベルのような耐久力はなく、ファントムやレッドのような速攻性はありません。基本的にはスキル2を運用する際は、高速再配置のように、その都度配置と撤退を繰り返すというよりかは、一度配置した後は最後まで配置しっぱなしという形にはなるでしょう。とはいえ、それでも強力なスキルであることに変わりはありませんが、このスキルを使用するのであればスキルレベルは7または特化2以上にすることをお勧めします。
J の基地スキルは2つ存在しており、どちらも貿易所のスキルとなっています。1つ目のスキルは貿易所配置時に最大受注数に対する水注枠1つごとに受注効率をプラス 4% するというもので、少々分かりづらいかもしれませんが、端的に言うと、この受注枠が空いている分だけ J の受注効率がプラス 4% ずつされていくというわけです。つまり、上記の画像であれば受注枠は合計10枠存在しており、1枠の受注が完了しているため、J の受注効率は9枠 ×4% の 36% となります。なお、受注の受け取りをすることで、空いている受注枠は9枠から10に増加するため、J の受注効率は 40% へと上昇します。つまり、初期状態であれば J の受注効率は、だいたい1時間半から2時間半程度で、受注受け取りをしなければ 4% ずつ下がっていくというわけです。2つ目の基地スキルは、1つ目の基地スキル効果に加えて、J と同じ貿易所に配置されたオペレーターによって追加された受注効率 10% ごとに受注上限をマイナス1するというデメリット効果と、受注1件につき受注効率をプラス 4% するというメリット効果となっています。簡単に紹介をすると、例えばクロワッサンを J と同じ貿易所に配置したとします。クロワッサンの昇進2時点での基地スキルは、受注効率プラス 30%、受注上限プラス1となるため、J の基地スキルの効果によって受注効率プラス 30% の部分にデメリットスキルの効果が作用し、結果的には受注効率プラス 30%、受注上限マイナス2がクロワッサンの基地スキルの効果となってしまいます。このデメリット効果が非常にくせ者となっており、J の昇進に関しては他のオペレーターよりもことさら議論を生み出すことになっています。それでは簡単に例を一つ挙げてみるとしましょう。例えば、無昇進状態の J と昇進2状態のシルバーアッシュとクロワッサンを同じ貿易所に配置したとします。この場合、シルバーアッシュとクロワッサンの効果によって受注効率はプラス 50% され、受注上限はプラス5されます。それにより、貿易所の最大受注数は15となるため、J の受注効率は 15×4% で 60% まで上昇。ここに、アームやカスワイヤーの基地スキルの受注効率プラス 7% が追加されることで、オペレーター1人につき無条件で追加される受注効率プラス 1% を無視した受注効率の数値は 117% まで上昇します。ただし、昇進なし状態の J は先述したように、受注枠が1つ埋まるごとに、受注効率が 4% ずつ減少していくので、1枠埋まるごとに受け取りをするという人でない限りは、この受注効率 117% を維持することはできません。ちなみに昇進なしの J で最も効率が出せる組み合わせは、このシルバーアッシュ足すクロワッサンか、昇進2のシルバーアッシュ足すバイソンとなっています。では次は全く同じ組み合わせで J を昇進1の状態にした場合の数値を紹介。この場合も当然シルバーアッシュとクロワッサンの基地スキル効果は発揮されることになりますが、シルバーアッシュとクロワッサンの受注効率は合計すると 50% となってしまい、J の受注効率 10% ごとに受注上限マイナス1が発動、受注上限がマイナス5されてしまうことになります。そのため、最大受注数は元の10枠に戻ってしまうため、J の受注効率は 40% しか上昇せず、アームやカスワイヤーの基地スキル効果を追加しても、受注効率は最大で 97% までしか到達しません。ただし、受注1件につき、受注効率プラス 4% の効果が同時に発動しているため、無昇進状態の J とは異なり、受注枠が埋まっても受注効率が下がることはありません。つまり J たちの体力がなくならない限りはいつまでも受注効率は 97% のままということです。ちなみに昇進1の J が最も高い受注効率を叩き出せる組み合わせはシルバーアッシュとクロワッサンではなく、昇進2のシルバーアッシュとクリフハートの組み合わせとなります。この組み合わせでの受注効率の式は上記の通りとなり、最大で 102% の受注効率を得ることができます。
つまり、現状ではどうやっても昇進1の J では、無昇進の J の受注効率には届かないというわけです。これが J を昇進すべきかすべきでないかの議論となっている理由です。この議論に関してはどちらが正解ということはなく、自分に合っている方を選ぶというのが最もいい選択であり、この動画ではどちらを選んだ方がいいかというのは明言しません。明言しようがないというのが本音ではありますが、いずれにせよ現状のアークナイツのシステムは昇進を戻すことはできないので、よく考えて昇進させるかさせないか判断することをお勧めします。それでは実際に J を使用していきます。今回使用するステージは7の17。J のステータスは昇進2レベル70、スキル2の特化3となります。なお、フォリニックのステータスは J の回復能力に焦点を当てるため、レベル1のスキルレベルは1となっています。攻撃の許可が下りました。まだ考えているんですか？J のコスト消費は配置した瞬間から開始され、このように J の頭上にコスト消費時にコストマイナス3という表記が現れます。この編成ではコストが増えようがないため、J が配置されている限りは常に所持コストは14から16を行ったり来たりすることになります。猿数傭兵は防御力が400とそれほど高くはなく、今回使用した J は攻撃力が1100を超えているため、J が攻撃をするたびに毎回339ずつ J かブレイズの HP が回復していることがわかります。なお、回復の発生するタイミングは敵から飛び出した刺身が味方に当たった瞬間となっており、回復は HP 残量の割合が低いオペレーターが優先されるようになっています。盾兵のような防御力が高い敵には J の攻撃はほとんど入らないため回復力も少なくなります。そのため本来であれば J が防御力の高い敵を攻撃しないように配置してやる必要があります。やってみましょう。綿落とし。医療資源の節約は良いことですが、戦場ではその必要はありませんよ。J は同じ特殊オペレーターである R と同じレベルでかなり特殊な性能を持つオペレーターではありますが、非常に高いポテンシャルを持ったオペレーターです。ですが、コストを常に消費し続けるという凄まじいデメリットを持ってはいるため、
殲滅作戦や危機契約といったコストの回復が鈍化したり、そもそも回復しないようなステージでは活躍しないどころか、むしろ J 自身がセルフ危機契約になってしまうレベルです。自分で縛りを設定することが好きな方からすれば新たな境地なのかもしれませんが、殲滅作戦やコスト回復速度低下のような契約を追加した危機契約での使用は到底お勧めはできません。逆にそれ以外のステージ、特に信頼度稼ぎでの少人数編成や今後実装されるローグライクイベントといったコストがだだ余りするような状況なのであれば、トップクラスの性能を持つオペレーターではあるので、ぜひとも育成しておくことをお勧めします。ただし、基地スキルのことをよく考えてからではありますが、以上で J の紹介及び解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。